いやー、Google からとんでもない画像生成 AI が出てきましたね。その名もナノバナナ。このちょっとふざけた名前とは裏腹に、その性能はあのオープン AI の机上を崩すほどがなんて言われてるんです。今日はですね、このバナナが一体何者で、なぜこれまでの AI とレベルが違うのか、その秘密をじっくり解説していきたいと思います。画像生成 AI 使ったことある方ならもうあるあるってなる話だと思うんですけど、こんな画像が欲しいって一生懸命お願いするのに出てくるのはなんだか惜しい、ちょっと残念な画像ばっかり。そんな経験ありませんか？そうそう、これですよね。何度やり直してもなぜか指が6本になっちゃったりとか、カフェの看板にオープンって入れてほしいだけなのに出てくるのは謎の宇宙文字だったり、あとキャラクターの顔を固定したいのに作るたびに別人になっちゃうとか、このもどかしさ、これが多くの人が感じてきた壁だったわけです。まさに AI って仕事じゃまだ使えないなーなんてちょっと諦めかけてたところに現れたのがこの救世主ですよ。その名もナノバナナ。さあ、じゃあ最初のセクションですけども、一体このナノバナナとは何者なのか、そしてなんでそんな面白い名前になったのか、その伝説の始まりから見ていきましょう。物語の舞台はここ LMSYS チャットボットアリーナです。これ AI の名前を全部隠して純粋な性能だけで競わせる、いわば AI 界の展開武道会みたいなサイトなんですよ。ブランド名とかの先入観が一切ないんで、世界中の専門家から最も信頼されてる場所なんです。で、事の始まりが面白くて、2025年の8月 Google のあるプロダクトマネージャーが提出期限ギリギリの深夜2時半に、もう疲れた頭でパッと思いついたナノバナナって名前で新しいモデルを登録したんですね。そしたらこの誰も知らないバナナが当時の絶対王者たちを圧倒的なスコアでなぎ倒して、あっという間にトップに躍り出ちゃったんです。もうコミュニティはなんだこのふざけた名前の最強 AI はって大騒ぎですよ。Google でも OpenAI でもない謎のダークホースの登場に世界中が震撼したわけです。で、ついにその正体が明かされるわけですけども、ナノバナナとは Google が開発した最新モデル Gemini 3 Pro イメージのことだったんです。ただ、あまりにも熱狂がすごかったんで、Google もこのナノバナナっていう愛称をもう公式に認めるみたいな形になったんですね。じゃあ、なんでこのナノバナナはそんなに賢いんでしょうか。ここからはオープン AI との根本的な描き方の違いに迫っていきます。これって例えるなら、もう絵を描く時の脳みその使い方が根本から違うっていう話なんですよ。まず左のオープン AI、こっちは感覚で描く天才画家って感じですね。ぼんやりした霧の中からだんだん形を浮かび上がらせるように描くんで、すごくアーティスティックな表現は得意なんですけど、細かい部分の論理が崩れやすい。一方右の Google は論理で描く几帳面なデザイナー。まずきっちり設計図を描いて、そこから一つ一つ正確に組み立てていく、そんなイメージです。オープン AI が使っているのがこの拡散モデルっていうやつですね。もう砂嵐みたいなノイズの状態から徐々に意味のある絵を復元していく。だからこそ幻想的で予測不可能なアートが生まれるわけなんですね。でも論理的なチェックは後回しになりがちなんです。それに対してナノバナナが採用しているのが自己回帰モデル。これ人間が文章を書くみたいに画像の左上から順番に次はこうあるべきだよねって考えながら描いていく方式なんです。だから指は5本のはずだとか、この文字の次はこれだみたいな論理的な整合性を保つのがめちゃくちゃ得意なんですよ。じゃあこのナノバナナの頭の中ちょっと覗いてみましょうか。ロボットが左手にリンゴを持って右手にヘローって書かれた看板を持ってるっていう指示が来ると、まず各要素の位置関係を完璧に計画するんです。レイアウトを確定させてから初めて書き始める。まるで優秀なデザイナーがラフスケッチを描くような、この一回考えるっていうプロセスこそがあの驚異的な正確さの秘密なんですね。で、この考えてから描くっていうやり方がもたらした多分最大のブレイクスルーが、これまでの AI の常識を完全にひっくり返した文字の正確さなんです。今までの AI って文字をただの模様としてしか見てなかったんですよね。だから看板の文字がぐちゃぐちゃになるのが当たり前だった。でもナノバナナは違うんですよ。 Google が昔からやってる Google ブックスの技術とかを応用して、文字をちゃんと意味のある記号、つまりグリフとして認識するんです。これが模様じゃなくて意味として文字を捉える根本的な違いなんです。
さあ、ここからはちょっと大人の事情に踏み込んでいきましょうか。なぜこのすごい技術を OpenAI は簡単に真似できないのか。その裏には技術だけじゃない、インフラとかコストのとてつもなく大きな壁があるんです。ナノバナナみたいに考えてから描く AI ってものすごい計算パワーが必要なんです。OpenAI は AI を動かすための心臓部 GPU っていう半導体を NVIDIA から買わないといけない。これってレストランを開くのに最高級のキッチン設備を毎回高いお金で借りてるようなもんなんですね。でも Google はどうかというと、10年以上も前から自社で AI 専用のチップ TPU を開発してるんです。これはもう自分のレストランのために特注の工場を丸ごと持ってるのと同じ。コストと効率が全然違うんですよ。ある分析によると、Google の計算コストはライバルたちのわずか4分の1から5分の1程度、つまり4倍から6倍ものコスト効率を誇るってことなんです。この差がある限り OpenAI が同じ土俵に上がるのって正直経営的にめちゃくちゃ大変なんですよね。さらに Google にはもう反則級の武器があるんです。一つは Google 検索と連携するグラウンディングっていう機能。今の東京の天気を背景にしてって頼めばリアルタイムの天気情報をちゃんと反映してくれる。もう一つは YouTube とか Google マップのデータです。静止画だけで学ぶ OpenAI と違って Google は動画から水ってこう流れるよねとか光の反射ってこうだよねっていうもう物理法則レベルで学んでるんです。ナノバナナの絵が妙にリアルなのはこれが理由なんですね。さあ、ここまでナノバナナの凄さを見てきましたけど、じゃあ結論として僕たちはこの AI たちとどう付き合っていけばいいんでしょうか。ここがこれからの AI 選びのすごく大事な指針になると思います。もしあなたが見たこともないようなファンタジーの世界とか感情に訴えかけるアートを作りたいんだったら、相棒は間違いなく芸術家タイプの OpenAI です。そこには予測できない面白さがありますからね。でもプレゼン資料みたいに文字を入れたいとか、商品の説明図みたいに絶対に間違えちゃいけない、そういう正確さが一番大事なら、もう迷わず実務家タイプの Google を選びましょう。つまり一番大事なのはここなんですよね。どっちが上でどっちが下かっていう話じゃ全然ないんです。僕たちは今それぞれ違う才能を持った2人のめちゃくちゃ優秀なパートナーを手に入れたんだって考えるべきなんです。ナノバナナの登場って画像生成 AI がこれまでみたいに何が出るかなっていうおもちゃから、本気でビジネスを前に進めるための信頼できるパートナーに進化するっていう大きなサインだと思うんですよ。もう指がちゃんと5本あるかななんて修正作業に時間を使う必要はなくなるんです。技術、コスト、そしてデータという3つの柱で Google のナノバナナは AI 画像生成の新しい時代を切り開きました。 AI はいよいよ仕事に対して本気を出してきたのかもしれませんね。皆さんはこの新しいパートナーをこれからどう活用していきますか？